効果がない、不妊になるといった新型コロナウイルスのワクチンをめぐるデマが世界で深刻な問題となっています。若年層を中心にインターネット上の真偽不明な情報を信じる人が増えて接種率が伸び悩み、感染拡大につながっていると指摘されている状況です。多くは SNS 経由で拡散しているとされ、IT 大手には実効性のある対策が求められます。彼らは人々を殺している。アメリカ、バイデン大統領は7月16日、SNS 運営企業を異例の表現で批判しました。SNS を通じて流布するデマが接種の妨げになっていると懸念しているためです。イギリス NPO 反デジタルヘイトセンター CCDH の調査によると、SNS 上のワクチンに関するデマの 65% は12の個人・団体が発信源だったと明らかにしました。元アメリカ司法長官の息子のロバート・ F ・ケネディ・ジュニア氏も含まれ、フォロワーは計5900万人以上に上ります。ケネディ氏は、接種経験者が亡くなった例を挙げ、悲しい現実は、ワクチンが怪我や死を引き起こすことだと主張していました。そのインフルエンサーの一人がアメリカ・オハイオ州の現役医師、シャリー・テンペニー氏で、オハイオ州議会でワクチンの危険性を証言したのですが、その内容は医師とは思えないようなものでした。ワクチンを接種した学校教師の周りにいる子供たちが鼻血を出したり目が充血したりしている。脳卒中や心臓発作を起こしている。これはワクチンを通して何かしらが周囲の人に感染していると考えられる。ネット上のマグネットチャレンジを見たことがあるでしょう。私たちはワクチンには金属片が入っていると考えている。科学的根拠は一切示さなかったが、現役医師という肩書きは多くの人を信じさせてしまう力を持っています。CCDH の調査によると、テンペニー医師は一時80万人を超えるフォロワーを持ち、そのフォロワーを対象に反ワクチンセミナーを繰り返し開催していました。参加者1人当たり2万円ほどの参加料を徴収し、一度のセミナーで4000万円以上荒稼ぎしたこともあったといいます。12人のインフルエンサーらは、自らの影響力を生かし、新型コロナウイルスに効果があると謳った消毒液や治療薬、ビタミン剤などを販売したり、講演会を開いて情報料を取ったり、ウェブ広告料を得たりと、それぞれが大きな収入を得ているという調査結果が出ています。CCDH のイムラン・アーメット氏の分析によると、こうした動きは決して新しいものではないそうです。パンデミックは多くの不安を生み出しました。多くの人が何が正しくて何が間違っているかに困惑し、どこで正しい情報が得られるのか戸惑っています。こういうことが起きたとき、一部の人々は陰謀説のようなより大きな答えを欲しがります。悪い情報の方が物議を醸し、注目されるため、ネット上ではタイムラインの上位に表示されてしまう。真実かどうかではなく、注目度に準じてトップに表示されてしまうため、悪い情報が良い情報よりも優先的に拡散されてしまうのです。地震や洪水、原発事故など、大災害が起きた時には、これまでも数々のデマが拡散してきた。それを後押ししているのがネットの特性だといいます。感情を煽る内容ほど広がりやすいというネットの特性が誤情報の拡散に拍車をかけ、一部のインフルエンサーがこうした人々の不安に便乗して金儲けをするという構図が見えてくるのです。日本でもネット上でマスクを着用すると病気になる、世界中で子供の死亡例はない、新型コロナウイルスなんて存在しないといった
科学や事実を無視した投稿が目立つようになってきています。こうした誤情報を信じてしまった人に、正面から間違っていると否定しても、あまり効果がないとすれば、どうすればいいのでしょう。CCDH のイムラン・アーメット氏は、このような考えを述べています。最善の策は、ネット上の誤情報に反応しないことです。批判や否定のためだとしても、誤情報の投稿に反応してしまうと、その誤情報をより目立たせることになります。多くの人に瞬時に発信されたことで、日本でもデマを信じる人が増えてしまいました。SNS は利用者の好みに合わせて似たような情報を表示するため、デマでも事実だと思い込みやすくなる傾向があるのです。国際大学の山口真一准教授の調査によると、3月16日に報道された菅首相のワクチン接種をめぐって、Twitter の投稿は499件に上りました。このうち474件は、打ったのは偽物などとするデマ関係が占めています。7月初旬時点のワクチン関連の1日あたり投稿数は、4月初旬と比べ約8倍に増え、デマも目立つようになったといいます。SNS に接する機会が多い若年層の接種率向上のため、偽情報の拡散抑止は喫緊の課題なのです。国際大学の山口准教授は、利用者側にも政府の発表など複数の情報を確認する習慣をつけてほしいと訴えています。ちなみに、副反応についてですが、厚労省の副反応調査の研究班がワクチンを接種した人のその後の健康状態を調べたところ、特に2回目のワクチン接種後で全身倦怠感や発熱を訴えた人は20代、30代など若い世代の方が割合が高かったということです。感染症学が専門の国際医療福祉大学松本哲也主任教授は、体力や抵抗力がよりある若い世代の方が反応が強く出るので、副反応も頻度としては高い。体の中に強い刺激を与えてしっかり抗体を作らせる。免疫をちゃんと作らせるという意味で効果が出ている証拠だ。確かに若い人は感染しても重症化しにくいが、感染後の後遺症は残りやすい。ワクチン接種のメリットは大きいと話しています。不安に思うような情報、真偽がわからない情報に接したときは、それらに反応するのではなく、自分の手で複数の情報源にあたり、正しい情報を得て判断することが重要なのだと。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。ワクチンのデマに惑わされないように頑張る人は、高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば、気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。